今回はマジカナイトブレードの DPS ガイドということで、マジカナイトブレードの、スペルやスキルの構成をお話ししていきたいと思います。まずマジカナイトブレード DPS ですが、どのようなキャラクターかというと、非常に優秀な AOE、そしてシングルターゲットの DPS を出すことが可能で、さらに言うとヒーラーやタンクがいなくても自分で、回復、ある程度の回復が同時に行えるといった、特徴を持っています。機動力も非常にあってですね、自分一人でベテランダンジョンを回ったりすることも可能なキャラクターになっています。リソースの回復手段も存在し、非常に、持続的にダメージを出し続けることのできるようなキャラクターになっています。そういったキャラクターを作る上でどのようなスペルやスキルを、使っていけばいいのかといったことを説明していこうかと思っています。はい、まずはですね、ナイトブレードのマジカ DPS の話をする前に、すべてのマジカ型の DPS に共通して言える基本的なことをまずおさらいしていきます。マジカ DPS をやるにあたって必要なステータス、考慮しなければいけないステータスっていうのは主に4つあります。で、1つ目はマックスマジカです。マックスマジカってマジカの最大値ですが、この MP みたいなものですね。MP の最大量が多ければ多いほど敵に与えるスペルのダメージですね。スペルとかで与えれるダメージが、大きくなっていきます。なのでマックスマジカをできるだけ、伸ばしてあげる。大きくしてあげることで DPS も上昇します。じゃあ次にスペルダメージですね。スペルダメージが一番わかりやすいと思いますが、自分のスペルのダメージがこのステータスを上げることによって上昇するよといったもの。そしてスペルクリティカル。スペルクリティカルっていうのは、その名の通り、どんだけのパーセンテージでスペルでクリティカルが出せるかっていったものですね。で、PVE の環境では、ここに表示されているクリティカルレーティングが全てのボス、全ての雑魚に適用されます。なので常に、私の今の場合だと 70.9% の確率でクリティカルが出せるよっていったところ。そしてもう一つは、実はこのステータス上には表示されていないんですが、クリティカルダメージといった内部的なステータスが存在しています。クリティカルダメージというのは、敵にクリティカルを発生させたときですね、スペルでクリティカルを発生させたときに、どんだけの倍率でダメージを上昇させることができるかといった内部値です。で、何もバフをかけていない状態、何もステータスをいじってない状態では、クリティカルが出た時のダメージっていうのは 1.5 倍になります。ですが、チャンピオンポイントや、各クラスのパッシブであったり、メジャーやマイナーのバフをかけることによってクリティカルダメージっていうのも上昇させることができます。なのでクリティカルダメージを上昇させるのも DPS を上げる、重要なステータスになってきますね。なので先ほどの4つ、マックスマジカ、スペルダメージ、スペルクリティカル、そして内部値である、クリティカルダメージっていうのを、最大限に上げることで DPS を上げることが可能です。さてではステータスの次はバフについて、お話ししていきましょう。マジカ DPS にとって必要なバフっていうのをピックアップしてみました。全部で9つありますが、これら9つのバフっていうのはそれぞれが重複することはありません。つまり、同じバフですね。今この1番のメジャーソーサリーっていうバフを自分が唱えて、で、他のパーティーのメンバーが自分にメジャーソーサリーのバフをかけてくれたとしても、効果が重複することはありません。なので、スペルダメージが 20% 上昇させるっていう1回の効果しか発動しないということですね。つまり、スタックしてスペルダメージが 20%、40%、60% って上昇することはないです。メジャーソーサリーとして保有できるのは1つだけってことですね。で、それぞれにそういうことが言えます。なので、全部のスペル、全部のバフを適用したところで、この一覧にある9つですね。9つの、バフになるってことです。では、それぞれのバフを見ていくんですが、バフの名前と効果が書いてあるので、それぞれの効果は、読んでいただければわかると思うんですが、じゃあどうやってこのバフを自分に適用していくのかっていうところが大切になってきますよね。で、DPS の観点からいくと、このバフをいかに自分で保持するかっていうのが DPS を最大限に出すためのポイントになっています。で、今回はナイトブレードなので、この
ナイトブレードの、列を見ていただきたいんですが、ナイトブレードは結構優秀で、全部で3つの、バフをですね、簡単にかけることができます。で、それからジェネラルのところにもあるように、この2つですね、メジャーフォースとメジャーエンパワーっていうのも実はかけることができます。で、じゃあメジャーソーサリー、スペルダメージを 20% 上昇させるためには、サップエッセンスといったスキルですね。サイフォニング、スキルラインの一番下のスキルなんですが、これを、使うことによって自分のスペルダメージを 20% 上昇させるメジャーソーサリーというバフをかけることができる。それから、リーパーズマークというメジャーバーサークですね。リーパーズマークは、シャドウかな。リーパーズマークは、アサシネーションか。アサシネーションの4つ目のスキルで、敵を倒した後、その、敵にかけるデバフですね。敵にかけるデバフで、そのデバフがついた敵を倒すと、5秒間、メジャーバーサークがかかるといったものになっています。なので、これを使うこともできます。そして、マイナーバーサークでは、マーシレスリゾルブといった、これもアサシネーションの、スキルですね。を使うことによって、自分の全てのダメージを 8% 上昇させることができます。なので、この3つのスキルを重点的に使うことを意識しておくと非常にいいかと思います。で、さらにですね、メジャーフォース、クリティカルダメージを上昇させる、アグレッシブホーンというスキルが、アライランスワーの、アサルトのウルトに存在しています。これは自分でかけるってこともありですが、他の、例えばパーティーのタンクさんとかが使ってくれるので、その時に恩恵を受けれるっていうイメージでもいいかもしれないですね。だからメジャーエンパワーですね。メジャーエンパワーは、メイジズギルド。メイジギルドの、パッシブですね。メイジギルドのアビリティを使うと、エンパワーといったバフが得られて、次のアタックが 20% 上昇するっていったことですね。なので今回この3つとこの2つのスキルを、効率よく自分にかけることによって DPS を上げていこうということです。実際ですね、バフがどのようにワークするのかっていうところを見ていきます。で、まずはバフなしの状態で見ていきましょうか。バフがない状態で今、マーシレスリゾルブっていった技を使っていきます。そうすると私の場合クリティカルがあって 36.1K 出てますね。で、これはマイナーバーサークだけが適用された状態です。では次にバフありでやってみましょう。まず、リーパーズマークを敵に唱えます。今回はこのマンモスに対してリーパーズマークを唱え、で、バーを切り替えてからサップエッセンスですね。サップエッセンスでメジャーソーサリーをアプライしていきます。で、その後、マースレスリゾルブでマイナーバーサークをかけます。で、今回はマンモスに対してリーパーズマークをつけているので、マンモスを先に倒します。で、マンモスを倒した時点で、メジャーバーサークがかかります。リーパーズマークのメジャーバーサークがかかります。で、次に、アグレッシブホーンをかけ、メジャーフォースですね。クリティカルダメージを 30% 上昇させ、その後でアサシンズビルを打ちます。そうすると 61.3K 出てますね。先ほどの 36K でしたっけと比べると大幅に上昇しているのがわかりますよね。なのでこうやってバフをうまくコントロールすることによって火力を引き上げるということが可能です。さて次に、ナイトブレードのスキルについて見ていきましょう。で、ナイトブレードは3つのスキルライン、アサシネーション、シャドウ、サイフォニングというスキルラインがあって、それぞれ非常に有効なパッシブがあるので、押さえておきたいパッシブだけ、ピックアップします。間近 DPS にとって押さえておきたい、パッシブは、まずプレッシャーポイント。アサシネーションのパッシブであるプレッシャーポイントですね。アサシネーションアビリティをスロットに入れていれば入れているだけ、クリティカル、ストライクのチャンスが上がるんですね。クリティカルチャンスが上昇します。そして、ハーモロイジと言われているアサシネーションアビリティがスロットに入っていれば、クリティカルストライクのダメージが上昇する。
クリティカルダメージですね、が 10% 上昇するといったもの。なので、このプレッシャーポイントとハーモレージは常に、考慮しなければいけないので、アサシネーションのスキルをメインのバーに1つは入れるようにすることがおすすめです。そして次に、シャドウは、マジカ DPS における優秀なパッシブっていうのは特にありません。特に意図して使用する必要性はないです。例えばこういうパッシブっていうのは常に発動しているので、意図的に使うようなものはないですね。で、サイフォニング。サイフォニングで重要なのはこれですね。マジカフルっていう。これはサイフォニングアビリティをスロットに入れていると、マックスマジカが 8% 上昇するよっていったものです。なので先ほどのステータスの話にもありましたが、マックスマジカを上昇させることで、自分の DPS も上昇するので、これは非常に有効です。なので、サイフォニングアビリティをメインの場合に1つは入れるようにしてください。なので、今のおさらいすると、アサシネーションのアビリティをできるだけたくさん入れる。そしてサイフォニングのアビリティを最低1つは入れるっていったところが重要になってきます。では、どういったスキルを、バーにセットしているかっていったところを見ていきましょう。まずはインナーライトですね。インナーライトはメイジズギルドの一番最初のスペルで、スロットにセットしているだけで、スペルクリティカルレーティングが上がるというものです。これ非常に強力ですね。単純にこれをセットしているだけでクリティカルレーティングが上昇するので非常に優秀なスペルです。で、また、バックのところで説明しましたが、マイト・オブ・ザ・ギルドといって、エンパワーですね。エンパワーをかけることもできるので非常に優秀です。例えばどういう風になるかというと、普通にスワローソウルだけを使います。そうすると 15.6K ですよね。で、インナーライトを使ってからこいつを唱えると、18.5K、20% 上昇しているっていうのが見てわかると思います。そして2個目のスペルはスワローソウルですね。サイフォニングの一番上のスペルで、スワローソウルまたはフューネルヘルスという毛布があります。どちらも非常に優秀ですね。攻撃と同時に回復をすることもできます。使ってみましょう。スワローソウルを単体攻撃なので単体に対して使うと、与えたダメージの 26% を2秒ごと回復していきます。こういう感じです。で2秒ごと回復していくので、そこそこ食らっても勝手に回復しているのが、わかるかと思います。単体相手には基本的にはバフをかけた後にこれを連打するっていうことで DPS を出していけます。次のスペルはサップエッセンスですね。サップエッセンス先ほどもありましたが、メジャーソーサリーをかけてくれる優秀なバフでもありますが、範囲攻撃でもあります。どうやって使うかと、複数の敵ですね。複数の敵がいる場合、さっきのスワローソウルとかだと1体にしか攻撃が当たらないんですが、サップエッセンスだとこう3体全員に当たってますよね。でこれを唱えていくだけで、1体あたり 10K 与えてますよね。で非常に優秀な、範囲攻撃スキルになっています。さて次のスペルは、マースレス、リゾルブですね。これアサシンのスキルの一番下のやつですが、先ほどのバフの話でもありましたが、こいつはマイナーバーサークをかけてくれます。さらにですね、これを唱えてから4発敵を殴ります。1、2、3、4。そうすると、マースレスリゾルブがこのアサシンズウィルっていう一撃の技に変わります。でこれを使ってあげると、大ダメージを与えるっていったような技です。で、また使ったらもう一回唱えてあげて、1、2、3、4でドーン。1、2、3、4ドーンっていったようなスキルになっています。非常に強力な一撃になっているので、バーに入れといて損はありません。アサシンのスキルでもありますしね。さて、次のスペルはインペールです。インペールは同じくアサシネーションのスペルの一番上のやつですね。で、毛布してキラーズブレードがインペールにできますが、マジカ型はインペールを使用します。こいつはエクセキューション的な役割のスペルなので、敵が瀕死状態の時に使うようなスペルになっています。なので、敵が全然 HP が減ってない時にこのインペールを使っても、ダメージすごいしょぼいです。今はクリティカルで 8.4K とかなってますね。しょぼいですよね。ただ敵の HP が減っていくとですね、ほら 32.4K とか出てますね。敵の HP が 25% を切ると、非常に大きなダメージになります。
これぐらいですね。これぐらいの状態で使うと、32.4K とか出てますね。っていうようなとどめを刺すためのスペルになっています。さらに、アサシネーションのスペルでとどめを刺すとですね、どれだっけ、エクセキューショナーっていうパッシブがあり、マジカが回復するんですね。そういうこともあり、とどめを刺すのにインペールを使うというのが非常に有効です。で、ウルトはですね、同じくアサシネーションの、ソウルハーベストというのを使っています。ソウルハーベストは50ウルティメットって非常に軽いコストでですね、一撃自体はそんなに重くはないんですが、こいつをやることによって敵にデバフをかけることができます。で、このデバフをかけられた敵は6秒間、火ダメが 20% 上昇するんですね。なので、こいつを攻撃スキルとして使うというよりも、デバフのスペルとして使うっていう形になります。例えばですね、近くに敵がいるかな。普通にスワローソウルをやるとですね、15.6K とかですよね。ノーバックで、今、このウルティメットを使います。ウルティメットを使ってデバフがかかっている状態で攻撃すると、18.7K 出てますね。そういう形で、デバフを与えて、こちらの DPS を上げるためのウルティメットです。で、50ウルトで非常にたくさん使えるので、単体火力としては非常に優秀な、ウルトですね。さて、セカンドバーになります。セカンドバーは、どちらかというと範囲攻撃やバフ、ドットといったものを、揃えています。これには理由があるんですね。その一つの理由としては武器ですね。最初のメインのバーっていうのはデュアルのソードを私は装備しています。なぜデュアルソードなのかというと、デュアルソードを装備することによってスペルダメージを、一番上げることが可能だからです。で、デストラクションのスタッフとかを持ってしまうと、スペルダメージが下がっているのがわかりますよね。今2169です、スタッフの時。で、デュアルを持つと2565なので、基本的にはこっちのデュアルを持っている時を多くしたいです。例えば、スタッフを持って何か攻撃っていうか、ドットを唱えるとします。で、このドットの状態で、スペルダメージが高いデュアルに切り替えると、今現在のスペルダメージが適用されるんですね。何を言ってるかというと、こいつに対してドットを与えると、3.4K ずつですよね。で、デュアルに切り替えると 4K に跳ね上がってるのがわかりますよね。なので、唱えた時のスペルダメージではなくて、今現在のスペルダメージが敵に対して、適用されます。なので、基本的に、こっちですね、セカンドバーっていうのは、ドットをいっぱい唱えて、で、メインのバーに切り替えて、ダメージを上げるっていうために、ドットばっかりこっち側に設定しています。じゃあどのようなドットがあるのか、どのようなドットがマジカ型にとって優秀なのかっていうところを見ていきますが、まずデストラクションスタッフがやっぱり非常に優秀ですね。その中でもエレメンタルブロケイドと言われる、ドット、範囲ドットですね。こいつが非常に優秀です。で、基本的には、武器の属性ですね。今これ、インフェルノスタッフですね。フレームスタッフですね。で、フレームスタッフであったり、アイススタッフ、あと、ライトニングとありますが、フレームが一番ダメージが大きいです。エクストラダメージというバーニングエネミーズとなっているように、フレームのダメージが一番大きいので、基本的にはフレームスタッフでエレメンタルブロケードを唱える。で、これ8秒持つので、敵が多い場合は、これを唱えて、範囲を与えて、すぐ、切り替えて、8秒が経過したら、バフが表示されてますよね。8秒が経過してこれが消えたら、またこれを唱えてあげる。っていうような形になります。さて、次に優秀なドットは、クラスのシャドウのスペルのツイスティングパスですね。ツイスティングパスは、これも、エレメンタルブロケードとかなり似ているものなんですが、範囲ドットですね。扇形の範囲ドットを与えます。こういう形。ちょっと若干範囲が分かりにくいんですが、このエリアですね。この扇形のこのエリアに対してドットが加わっています。これ AOE のドットって感じですね。それから、サイフォニングの
グリップリンググラスプですね。グリップルは単体のドットです。単体に対するドットで、さらに敵にこのドットをかけている間は自分の移動速度が上がる非常に強力なスペルになっています。で、なので、敵が複数いた場合は、1匹に対してはクリップリング、そしてエレメンタルブロケード、ツイスティングパスで、切り替えてバフをかける。で、これだけで敵は相当一瞬で死にます。で、見てわかるように、エレメンタルブロケードが、非常に優秀ですね。ドットでこんだけ 4.5K 与えられていて、ツイスティングパスでは3K っていう形になっています。で、クリップルは単体に対しては非常にダメージが高いですね。クリップリングが一番単体としてのダメージが高い。ただ AOE としてブロケードとかツイスティングパスのドットがあるので、敵複数にはこいつらを使って、単体にはクリップリングを使うっていうような形を意識して唱えていきます。で、5つ目。5つ目は、これは結構変えます。状況に応じてかなり変えます。今、リーパーズマークって入れてますね。リーパーズマークは、バックの時に説明もありましたが、メジャーバーサークっていう非常に強力な、バックをかけることができるものなんですが、これは対象が死んだ時にメジャーバーサークがかかるので、敵が複数体いるような場合、雑魚がいっぱいいて倒さなければいけない場合というのは非常に優秀なんですが、ボス戦とかですね、敵1体、ボスが1体だけいて、そいつに対してダメージを与える場合っていうのはあまり意味のないものになっていくので、そういったボス戦とかであれば、どっちかというと自分を守るためのハーネスマジカとかを入れることが多いです。一敵一体先に殺す方に、これを唱えますね。ディーパーズマークを唱えて、で、その後にこいつを殺します。で、殺した後にサイフォニングを与えると、20.6K、非常に大きなダメージになってますよね。っていうような使い方をします。敵が多ければ多いほどいいですね。敵1体一番弱そうなやつにリーパーズマークをかけて、で、そいつを真っ先に殺して、範囲攻撃を与える。で、DPS を上げるっていうような形ですね。さて、最後にウルティメット、セカンドバーのウルティメットですね。セカンドバーのウルティメットは、今のパッチだとダウンブレーカーを使用しています。ただ次のパッチですね。ダークブラザーフッドでは、ダウンブレーカーがスタミナ型、ほぼ専用の、ウルトになってしまうので、次回のパッチからはダウンブレーカーは使わないと思いますが、現状のパッチではダウンブレーカーが非常に優秀ですね。コストが100しかかからないっていうのと、マジックダメージがベースなので、範囲マジックダメージですね。どういう風に使うかっていうと、マイナー、メジャー、テンパワー、ドン、みたいな感じです。で、敵は勝手に死にます。で、ダウンブレーカーの一撃自体はそんなに重くないんですが、ドットも入っていくことで非常に優秀な、ウルトですね。範囲用のウルトって形です。なので、セカンドバーは本当に範囲用のものが多いですね。範囲用のウルト、で、ファーストバー、最初のバーで、メインのバーでソウルハーベストみたいな単体火力のやつを用意している。なので単体と、範囲と両方常に切り替えて、DPS を出せるようにしておくと非常に便利だと思います。ここはフレキシブルで実は、次のパッチからはですね、ソウルサイフォンとかですね、に置き換えてみるのもいいのかなと思います。で、バッフのところで、アグレッシブホーンを入れてましたが、アグレッシブホーンは基本的には DPS では入れたりはしないですね。っていうのもコストが250と非常に重いっていうのもあるのと、あとは、自分のパーティーのタンクさんとかが優秀な人であればアグレッシブホーンを入れてくれてることが多いんですね。仲間が1人唱えれば、自分にもかかるものなので、基本的にはこれは味方の誰かが唱えてくれるっていうような前提で入れています。っていう形ですね。さて、それでは、今まで見てきたことを踏まえてですね、ホワイトゴールドタワーの、ちょっと雑魚を倒していきましょう。まず、リーパーズマークをかけ、そこからエレメンタルブロケード、ツイスティングパスで AOE を入れています。それからサップエッセンス、それから、マースレスリゾルブをかけて、
インナーライトを使用してからダウンブレーカーですね。で切れたらすぐにエレメンタルブロッケードをまたかけ直すっていうようなことをやって、敵をどんどん減らしていきます。で基本的には雑魚を優先して叩いていって、最後にヒーラーです。ヒーラーの場合はまたドットが切れているのでドットをかけ直してから、ソウルハーベストで敵にデバフをかけて一気に殺していくといったような形に